ハロー YouTube、どうも、オレンジです。今回ご紹介するお車、日産セレナでございます。実は前回の動画でね、ガラスコーティング全改良版をね、施工させていただいたお車なんですが、レンタカー、早速汚れたので、すぐに洗車させていただきました。はい。実際ね、どういうふうに汚れて、どういうふうになるのか、そしてガラスコーティングがどういう意味を持つのか、そういうところもね、最後、動画終わった後にね、お話しさせていただきますので、ぜひとも、まずはどういうふうに変わっていくのか、洗車の状態、ご覧ください。それでは早速参りましょう。本編動画へ。レッツゴー。
はい、いかがだったでしょうか。日産セレナ施工後の洗車でございます。実際ね、今回のこのお車、セレナに関しては、レンタカー、貸し出しをしております。多くの方が乗られて、多くの方がね、いろんなところに移動されます。もちろんご自身で所有されている車であっても、必ずと言っていいほど汚れます。汚れない状況になる方は、ほぼほぼ乗っていない方になるんですよね。それは、僕は車としては意味がないかなというふうに思っております。車はね、飾り物ではありません。実際にエンジンをかけ、運転し、移動して、運転を楽しむ、そして移動を楽しむ。その一つですね、手段の一つとして楽しまれます。もちろんお金もかかっております。だからこそね、綺麗に乗りたい。そう思った時に、このガラスコーティングですね、硬化型コーティングですね。これがなぜ意味があるのか。これは綺麗にしたい人がよく空拭きとかをするんですよね。塗装というのは非常にデリケートで柔らかい素材になっております。タオルの傷、あとは指でこすったりするだけでもギラギラっとした傷が入ったりします。これを軽減するためにまずガラスっていうね、硬い皮膜を生成しましょうっていうのが本来の始まりでございます。今では進化してね、硬さ、強度のあるものから、逆にね、ちょっと柔軟性を持って回復するもの、いろんなものありますが、本来はこの手入れを頻繁にするために、どうしてもついてしまう洗車傷を少しでも抑えようっていうものでございます。つまりね、レンタカー、あと台車、試乗車、こういうものに関してはね、洗車の頻度、なるべく綺麗にお客様に見せたいっていうのであれば、洗車の頻度が上がります。つまりそれだけ傷のリスクが増える。こういう車こそガラスコーティング必須ではないかなと僕は考えておりますので、ね、綺麗にしたい。台車、レンタカー、試乗車、もっと綺麗な状態でお客様に提供したいっていう方はね、ぜひとも、リラスターまでご連絡いただければ、ベストなお答え出させていただきます。はい、本日の動画は以上となります。気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また違う動画で会いましょう。ありがとうございました。